思い出は思い出。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆうてろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年新年4号合併号、ワンピース最新話1102話、熊の人生を考察します。この1102話の事前予想では、2話、その男、麦わらのルフィと繋げてくると予想しましたが、やはり繋げてきました。1101話は1話と、1102話は2話と繋がる。そんな1102話の話数の語呂合わせ1つ目は、特別な面白い語呂合わせです。1話、その形から語呂合わせでは、棒と読むそうです。ウィキペディアにそう書いてあります。その棒が1102話には2個ありますから、棒が2つでボニー。11をボニーと読みましょう。ボニーの武器も棒です。すると1102話の語呂合わせとは、ボニー、ジニー、ニカ。3人の語呂合わせが1102話に入っている。ボニー、ジニー、ニカ。その3人が熊の人生そのもの。人生の全てを表す。異論は受け付けません。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずは2週間前の予想を振り返りましょう。こちらです。1102話の類似話数は2話と102話と112話です。2話はその男麦わらのルフィ。それならば1102話ではその男太陽の神ニカ。熊がルフィをニカと認定する話か。次に102話はさてグランドライン。巨大なクジララブーンと遭遇。ラブーンはブルックとの約束を守って岬で待っていました。それならばその逆、ボニーと漁業の熊を探す旅が描かれそう。1102話の反転話数も考えましょう。1102話をひっくり返すと211話、コブラ王が偽物だったことが発覚。そのコブラ王はルフィを担いでいる。それならば1102話では暴君クマがルフィたちを助ける話か。つまりスリラーバークやサニー号を2年間守った話か。おそらく1102話ではクマがサニーを守った理由、それはルフィこそがバッカニア族に伝わる太陽の神ニカラと気づいた話でしょうか。はい、1102話の展開予想もいい感じでしたから、話数の理論はこれでいいでしょう。2話、その男麦わらのルフィと1102話がつながっている。ゴムだからニカ。それでは本編の流れを考察しましょう。1102話のスタートは熊を探すボニー海賊団。12歳のボニーは年々の実を使って各地で暴れているようですが、ボニーの能力によってボコボコにされた人々は老人や子供の姿となっており、それを見た海軍たちはボニーが老人と子供に手を出していると勘違いしており、ボニーを卑劣な海賊だと考えているようです。これが1102話の話数の語呂合わせ2つ目。人卑劣。確かにこれなら短期間で懸賞金はかなり上がるでしょう。しかしクマはサターンとの約束通りボニーには会わない。クマがボニーに会えば世界政府によってボニーは奴隷の烙印が押されてしまうからです。これが1102話の話数の語呂合わせ3つ目。批准とは国や政府との約束、条件のことです。一方ボニーはクマの他にもニカも探したいという。前回1101話ではニカみたいな未来、今回1102話ではニカみたいな未来。ニカとはもちろんルフィですから、この発言はつまり回想シーンが終わった後、ボニーはニカの姿を見るでしょう。この時ボニーは再び涙を流しそう。そんなニカことルフィはアーロンを撃破して懸賞金3000万ベリー、初めての手配書に喜んでいる。3000と輝く太陽の神ニカルフィ。そんなルフィはローグタウンへと向かいますが、父親ドラゴンもローグタウンへ向かう。これはツイッターでも考えましたが、かっこよくローグタウンに現れたドラゴンはただの親バカだった。そして久しぶりにスモーカーさんも描かれました。1日で4連敗した伝説を持つスモーカーさん、再登場して名誉挽回してほしいところです。さらに弟バカのエースもルフィを自慢する。さらにボニーの下手くそな口紅や右目の下のピアスも伏線回収。場面は変わってエッグヘッド。クマは自分の分身パスフェスタたちを見る。そして NES ロビーで世界政府に宣戦布告した男、その男麦わらのルフィこそがドラゴンの息子だとベガパンクに告げます。その男はゴムの能力で世界に歯向かう男。それはまるでクマの長年の憧れ、その男太陽の神ニカ。
さらに場面はスリラーバーク、そしてシャボンディ諸島へと熊の足取りが描かれます。そのシャボンディ諸島のレストランではなんと熊はボニーを陰ながら見ていた。まるでローグタウンでルフィを陰ながら見ていたドラゴンのように。さらに熊はルフィも陰ながら見ていた。念のため503話を確認しましたが、ヒューマンショップの上に熊は描かれていませんが、とにかく瞬間移動が可能な熊は上から覗いていた。これが1102話の話数の語呂合わせ4つ目。ピアイントゥー。ピアイントゥー。ピアイントゥーとは覗き見るという意味です。この語呂合わせはボニーとルフィを覗き見ていた熊と、その熊の心を覗き見たベガパンクやボニーにもかかる。熊はルフィが天竜人を殴ったところを覗き見ていた。それは何百年もの間誰一人やれなかった大逆事件。日本において大逆事件とは1911年明治44年無政府主義者の高徳伝次郎こと通称秋水という人物が122代明治天皇の暗殺計画を準備した事件のことです。秋水たちは天皇や王族に危害を加える犯罪大逆罪で死刑となっています。これが1102話の話数の語呂合わせ5つ目。アテンプト。アテンプトでしょう。アテンプトとは暗殺を企てるという意味です。天竜人を殴ったルフィを見て熊は確信した。その男、麦わらのルフィこそがニカ。世界を救う男だと。しかしその時のルフィたちの実力ではまだ早い。大将キザルから麦わらの一味を救出する熊。ちなみにバーソルミュー熊の面白い伏線としては、名曲人間っていいなの伏線があります。これはその昔放送されていたテレビアニメ、漫画日本昔話のエンディング曲、人間っていいなの歌詞にリンクしているという伏線です。曲名の人間っていいなはそのままサイボーグパシフィスタにされて意識さえもなくなったバーソルミュー熊の気持ちを表しているタイトルです。そして最初の歌詞、熊の子を見ていたかくれんぼ、お尻を出した子一等賞の歌詞が意味深です。熊の子はバーソルミュー熊のことで、かくれんぼは熊がシャボンデ諸島でルフィたち麦わらの一味を吹き飛ばしたこととリンクします。そして仁王ヶ島に飛ばされたルフィは53か515話で見事にお尻を出していました。つまりルフィがいずれ一等賞、海賊王になるのでしょう。何も言わず、何も言えず、ニキニキのみで飛ばす。これが1102話の話数の語呂合わせ6つ目。人飛ぶ。人飛ぶ。ニカラと確信したルフィを生きて逃すこと。それこそがクマがこの世に生きた証。ジニーが残してくれたボニーとニカルフィの未来のためクマは人生を全うする。やはりずっと考察してきたようにクマがサニー号を2年間守った理由とはルフィこそがニカだと確信していたから。そして場面は再びエッグヘッドへ。なんとサタンはクマが万が一暴走した時のために自爆スイッチをつけろという。これもツイッターで考えましたが、エッグヘッドには自爆スイッチの伏線があります。それはクマとそっくりなサイボーグフランキーがベガバンクの故郷で誤って押してしまった自爆スイッチ、バルジモアの悪夢。ここからエッグヘッドでも爆発が起きると考えましたから、もしかするとクマはボニーを守るために飛んできてこの自爆スイッチを使うのか。しかし爆発で粉々になったサターンの体は不死身の悪魔のように再生してしまう。そんな展開もありえそうです。そしてさらにベガバンクは二重人格のように意識を切り替えられる脳の回路を発明したという。この回路をクマにつけるからクマの自我は残してくれとサターンにお願いしていますが、それでもサターンは許さない。このサターンも語呂合わせ一比列。ここで気になるのは意識を切り替えるという脳の回路です。もしも万が一天才ベガパンクが科学防衛部進庫と同じ科学者であるサターンの目を盗んでクマにこの回路を仕込むことができていたら、ワンチャンクマの意識が戻る瞬間があるかもしれません。クマがサニー号を守るプログラムを頼んだ時、ベガバンクがサターンを出し抜いて一緒にその回路を仕込むことができそう。さらに50体のパスフィスタにもその回路を仕込んであれば、ベガバンクの号令で意識が切り替わってボニーに従う50体の人間兵器クマ軍団が味方になる。それこそがクマが夢見たヒーロー軍団パスフィスタ。そんなかすかな期待がよぎります。一方クマはルフィとニカを重ねて夢を見ます。この海を大きく変えるヒーローが現れるとしたら俺は彼だと思う。その男麦わらのルフィ。そう言うとクマは記憶の塊を体から出します。それは触れたら泡のように消える思い出。しかしベガバンクはその記憶に触れずに記憶を覗き見るシステムを作ったという。これも語呂合わせピアイントゥ覗き見る。
さらにベガバンクは思い出も電気信号と同じだと言っていました。それならば熊の記憶はたとえ消えたとしてもバックアップしてパンクレコーズに保管できそうですが、ここで熊は人間が死ぬ間際に見るという走馬灯を見る。自分を愛してくれた人々と思い出が駆け巡る。走馬灯とは影絵がくるくると回る明かりのことです。走る馬と書いて走馬灯。熊を表すタイトルはここまでいくつもありました。その全てを走馬灯のように語呂合わせで振り返りましょう。473は桜花七部会バーソロミュー熊現る。シナさん。スリラーバークに現れた熊はおそらくルフィたちを助けに来たのでしょう。しかし熊の手助けなしでルフィたちはモリアを撃破していました。505は熊。ゴーンコとはよく面倒を見るという意味です。麦わらの一味の面倒を見るために熊はシャボンディ諸島に現れた。603は心に留めておけ。ロックオンミー。私を捕らえてサニー号を2年間守っていた熊。その大恩人を忘れるなとフランキーは言う。1071は英雄出撃。ピンチヒットとは代打という意味ですが、ここでは誰かのピンチに駆けつける人という意味でしょう。1071話のタイトル英雄出撃とは、囚われたコビーを助けに行くガープのことを表していますが、同時におそらく気絶してピンチになったボニーの元へ駆けつけるヒーローの熊にもかかっている。1096は熊地。人の苦労。熊の家族が奴隷となった苦労が語られる。そしてこの1102話は熊の人生。1102話の話数の語呂合わせ7つ目は人死に。人死にとは辞書によれば病気以外の理由で人が死ぬこと。熊はボニーの命を助けるために自我を捨てて死んでいく。エクエットの人々は涙を流し黙祷を捧げる。熊は完全なるサイボーグとなった。そして熊がボニーに伝えたかった言葉とは、10歳の誕生日おめでとう。すでに12歳になったボニーは熊のすべてを知り、大粒の涙を流す。おークライ、ジュエリーボニー。見るなと言われた熊の人生を見てしまったボニー。これもピアイントゥ覗き見るです。以上です。この1102話はジーンときました。悲しいけどいいね。そして熊の回想は1102話で終わりでしょう。次回1103話からいよいよエッグヘッドに戻る。続いてはいつものように次回1103話の展開を話数の理論から読み解きましょう。1103話の類似話数は3話、103話、113話です。3話ではゾロがヘルメッポに貼り付けにされていますが、そこへルフィが現れてヘルメッポを殴る。それならば1103話ではルフィもしくはクマが現れてサターンを殴る。次に103話でもルフィはクジラを襲う謎の2人を殴る。113話でもルフィはバロックワークスを殴っていますから、シャボンディ諸島で天竜人チャルロス星を殴ったように1103話ではサターン星を殴り飛ばすのでしょうか。1103話の反転話数も考えましょう。1103話をひっくり返すと311話ラフゲーム。ここでは逆にゾロとサンジが殴られていますが、これはよくわかりません。1103話の話数の語呂合わせも考えましょう。1103話の語呂合わせは1年半前に予想したように人のみ幻獣種ニカが活躍するのか、さらには瞳眼力で相手の脳を破裂させるサターンの攻撃も描かれるのか。1位チリの実。1位とは一点に集中すること。チリの実とはそのまま塵のようにつまらない我が身という意味です。これは熊が現れて自爆するのか。そして1103話ではおそらくルフィことニカが現れサターン星を今度こそぶっ飛ばす。大逆事件が再び行われそう。さらに次の次1104話の語呂合わせも考えましょう。1104話の語呂合わせは遺伝子、火と天使。1104話ではセラフィムが再び活躍しそうです。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。聞いてくれ集まってくれ話したいことがあるんだ。仮面をかぶった男について彼がとよよする秘密について言うてロンがその名だ。理論が彼のゲームだ。ワンピースに深く潜り込み名声を解き明かす仮面の定理者。彼は全ての質問を投げかける。
は震え始める。ユデロンこそがワンピースの象徴を解き明かす男だ。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。